いう色が好きなのかとか、ご家族にどう見られたいかとかっていうのを一番に、結構もうスタッフ全員がカウンセリングしっかりしてて、それを聞き出して、その中で一番好きなお着物で色合いを合わせていくっていうのと、多分みんなスタッフ引き算っていうのをすごいしてて、柄とか色を入れていくだけじゃなくて、引いてあげることでやっぱり一番気に入ったお着物の良さっていうのが引き立たれるので、その辺を大事にしてるかなと思います。誰から見ても可愛いって思うものを着ていただきたいですし、自分がすごい可愛いこれが着たいっていうのもいいと思うんですけど、なんかすごい悩んだ時こそ第三者も完全に関係ない人から見て、そのお着物ってどうなんだろうとか、そのお着物のメリットだけじゃなくてデメリットもちゃんと伝えてあげることで、当日のそれこそお写真の撮り方とかも変わってくると思いますし、そういうのは結構全員スタッフ伝えてるかなと思います。あとコーディネートでもやっぱりちょっとの色の差で肌の色がくすんだりとかっていうのはスタッフ全員見抜けてると思うので、そういうのも大事にしてますね。やっぱり明るく見える、肌色が明るく見えるようにはしてたりします。何年後も何十年後も見返してもやっぱりここで良かったなとか、このお着物を選んで良かったとか思ってもらえるよう今までのやり方だとやっぱり和装はドレスに比べて可愛くないし、実際に花嫁様になる人が可愛いと思って着ようと思ってないから多分出てないんですけど、なんかそれをちょっと変えて着物でもすごい可愛くできる、むしろドレスよりも可愛くなるっていうのが花嫁様に伝わって、そういう人が増えればその分着物を選ぶ人も増えるし、着物を選ぶ人が増えたら、職人さんにもいろいろ作ってもらえたりと、和の文化が広がっていくし、守っていくこともできるから、そういう意味でなんかただ着物を作るだけじゃなくて、ただ可愛くしてるだけじゃなくて、花嫁様の気持ちと職人さんの技術っていうのを両方を聞きながらやってるのが多分クックルの一番のすごいところかなと思います。試着の段階でもかなり本格的な試着をするので、もう本当に1回クックルに来ていただくだけでもう式のイメージがかなりついたりとか、あとはクックルに最初に来ていただいて、それをもとにもお式まで具体的なところまで考えることができるようになった方もいらっしゃいますし、あとはコーディネーターがただお着物を提案するだけじゃなくて、お二人の馴れ初め聞いたりとか、いろいろなお話をしていくので、本当に友達のように仲良くなって最後帰って行かれるので、お式終わった後でも遊びに来てくださったりとかもするので、かなりそのお客様とコーディネーターとのつながりが強いのが一番魅力かなと。ものづくりっていうところと、あとはそのものづくりを伝えていく人を育てるっていう、この2つが一番大事だなとは思ってたんですけど、やっぱりその自分が初めて着物っていうものとか、あとはその色遊びができる小物を作りたいと思った時に、今までそういう前例が多分なかったので、この業界に本当に作ってくださる職人さんだったりとか、お手伝いいただくメーカーさんだったりとか、本当にいろんな方のサポートを受けながら自分にしかできないものづくりを確立するまでっていうのがすごく本当に苦しんだし、結果を返せばすごく楽しい時間でもあったなとは思ってます。最初本当に立ち上げて4年前ってククルイコール安藤夏子みたいなところがあったんですけど、正直言って今ククルっていうともう私ではなくって今いるスタッフたちが作ってる世界になってるなっていうのが嬉しくもあり寂しくもありなんですけれども、やっぱりその実際に花嫁様に届けるためには今いるスタッフたちがものづくりをして、実際に表現したいものをデザインして、そして花嫁さんにその作り手さんたちの思いを届けるっていうところがすごく大事なので、うちでいう例えばスタイリストとかコーディネーターっていうのはもうただ単に試着をして着せ付けをする人っていうわけではなくって、その職人さんの思いだったりとか
着物っていう伝統を残していくためにこう担い手であり、伝統をつなげていく、伝えていくっていうすごく大切な役割を担ってもらってると思ってます。